英語ネイティブがバカだと言えるその理由。日本語を勉強している皆さん、こんにちは。今日は英語について私の考えを話します。日本人では英語の発音、アクセントで悩んでる人がとても多いですね。アメリカ人のように話せない、アメリカ人のような発音ができない、そんな意見をよく聞きますね。英語のネイティブ話者は、YouTube などでも、ネイティブはそんな表現は使わない。ネイティブは、それを聞いたら、って思うよなんてこともよく耳にします。でも、それってどうなのって思ったことはないですか？日本の中学、高校では英語の挨拶に How are you? I'm fine, thank you って出てくるのはとても有名な話ですね。でも、ネイティブはそんな挨拶しないってよく言われませんか？英語系の YouTube の企画でもアメリカの大学で30人の学生に挨拶をするとどう答えるかなんてものが多くあります。結果は多くの人の予想通りでほぼ誰も How are you? I'm fine, thank you とは言わないってものですね。まあ結果ありきの企画なんですがね。そこでどうしてアメリカ人は How are you? I'm fine, thank you って言わないのに日本ではそれを教えてそれを言うのって得意げに日本の英語の批判を始めるタイプです。まさにそれが英語ネイティブがバカな理由ですね。例えば日本に住んでいて明らかに顔が日本人ではないような中東人、欧米人が留学生として日本に来た時に初めて会ってそれが朝だったとしてこんばんは。私の故郷はアメリカです。あなたは仕事は何ですかって言われて、あなたはそんなことネイティブは言わないよって思いますか？多分思わないですよね。私ならこんなに日本語を勉強して偉い外国人だなって思うでしょうね。ネイティブは言わないって思う必要はありますか？どこからどう見ても外国人です。先日、友人の家に留学生が泊まりに来ていました。山田さんという日本人の家に泊まっていました。帰国するときに使っていた部屋をきれいにして出るときにデスクに手紙を置いていました。彼が帰った後にその家族は手紙のことを知って読みました。そこには日本語で山田の一家へって書き出しで感謝の言葉が並んでいました。ほとんどひらがなだけの手紙でした。山田の一家へそれを読んでネイティブはそんなこと書かないよ。日本人はそんな表現使わないよってあなたは思いますか？私はその話を聞いて感動しました。辞書か Google かわからないですが一生懸命日本の表現を勉強して書いたんだなって涙が出ました。ネイティブは使わないってどんな意味があるのかな？私の好きな英語系の YouTuber にニック式英会話のニック、ウィディアンソンさん、タロサックの海外生活ダイアリーのタロサックさん、厚英語の厚さんなどがおられますが皆さん、本当に優秀で、勉強熱心で尊敬に値するほど立派な方々です。そんな中で、クリスの部屋を運営されているクリスさんも尊敬に値します。クリスさんは、もっと楽に最速で英語を話せる3つのポイント 4K という動画の中で、日本人のアクセント、発音に触れています。私が思っているのと同じことを話しておられます。目的によって、英語の必要とされる能力は違うというもので、普通に意思の伝達手段としての英語の場合、アクセント、発音はどうでもいいって考えです。どうでもいいどころか、クリスさんは日本人のアクセントは、侍、アクセントと言ってめちゃくちゃかっこいいとまで言っています。さらに、英語を話すのはネイティブよりむしろ、非ネイティブの方が多いんだから、非ネイティブの発音が多いんだよってことも言っています。要するに、母国語でない人は、アクセント、発音なんてどうでもいいのです。それをネイティブは言わないという
ネイティブこそがバカだと言いたいのです。だから、日本語学習者の皆さんは、日本語ネイティブがどう言うかなどは気にせず間違ってない範囲で、自分の話しやすい感じで習得してください。もっともっと話せるようになればネイティブに近づけてもいいとは思います。育った環境が違うのにネイティブのようになるわけがないです。日本に20年ほど住んでいる外国人の人でもほとんどの場合が日本人が聞くと、どう聞いてもネイティブの発音ではありませんでもそれでいいのです。英語に関してもどう頑張っても日本人は後天的にはネイティブにはなれません。日本語の例で言うと、私は日本人ですと私が日本人ですは全く違いますが、これを説明するのは多くの日本人もなかなか難しく、外国人には理解は困難かと思います。文法は知らなくても、これを間違える日本人はほぼいません。ですが、外国人の方は間違えても全然問題ないです。聞き手側が理解できるものです。ネイティブは言わないとは思いません。言いたいことは言葉を意思の伝達で使う場合は、自分なりに話せばいいということです。それと、もう一つ、日本は中学で3年、高校で3年、6年英語を勉強してもなぜ英語を話せないと言われることです。最近は少し状況も変化していますが、中学、高校でしてるのは英語であり、英会話ではありません。英語を話す人のことを語学ができると表現しますが、本当でしょうか？では、日本語が話せる多くの日本国民は、日本語の日本語学ができるってことですか？多くの日本人は、日本語が話せるだけで日本語学にはほぼ無知です。話せることと語学とはイコールではありません。語学とは助詞、助動詞、冠詞などを説明できるようなものです。多くの日本人はそんなことはできないです。感覚的に話しています。日本の中学高校でしているのは英語であり、不定詞の名詞的用法っていう感じで、英語の語学を学んでいると考えるべきだと思います。会話に特化するなら、中学、高校の英語の授業は、英語から英会話を科目名に変えるべきだと思っています。日本語に関しても、国語の授業は会話を教えません。会話は日本人も感覚的に習得しています。だから先ほどの私はと私がの違いを多くの日本人は感覚的には間違いませんが、文法的説明はできません。英語ネイティブの話から少しはぐれましたが、言葉とはそんなものだと思います。英語ネイティブがバカな理由というタイトルは失礼だったとは思いますが、日本人はネイティブにこだわりすぎなのです。それとさらに付け足して言うなら、日本語の非ネイティブが、こんにちはのことを、よう、って言ったり、すごいですねのことを、やばって言ったり、そんな風に日本人ネイティブのように話す方がよほど違和感があり、嫌な印象になるように思います。もっと大まかに捉えていいのではないでしょうか。だから、日本語を勉強している外国人の方も難しいことは考えず、まずは話してみてください。最後はネイティブのようになれればいいですね。